マグナム加藤です。知り合いからですね、気になる話を聞いたので、雑談ということで話したいと思います。マイクロプラスチックって聞いたことありますか？めちゃくちゃ小さいプラスチックのことなんですけども、このマイクロプラスチック、最近ですね、海の中とか魚の中にあると言われております。これを聞いたらですね、やっぱり寿司をやってる人間としてはちょっと無視できないなと思いまして、これは知り合いから聞きまして、自分も専門家じゃありませんし、ただですね、ちょっと気になったので自分でも調べてみました。マイクロプラスチックっていうのはですね、5ミリ以下の小さなプラスチックのことを言うんですが、ペットボトルとかビニールが破けたり、あと服の繊維がちぎれたりしてできると言われております。そしてこれが海に流れて、それを魚が食べて、最終的には人間の体に入ってくる可能性があるらしいです。例えばですね、ペットボトルの容器、水とかジュースとか、それを開けた時に入ってくるとか、あとは、スーパーとかにあるプラスチック容器に入ってる食材を、そのままレンジで温める。そのプラスチックの、成分が食材に移ってしまったり、あとはそのマイクロプラスチックがちょっと入ってしまう、可能性もあると。いや、これ避けようがなくないですか？スーパーとかのやつはですね、一旦食材を皿に移して温めるとかすればいいと思うんですけど、で、体の中にそのマイクロプラスチックが入ったらどうなるかっていうことなんですが、一部はですね、体から排出をされます。でも、一部は体に残る可能性があります。その知り合いの方はですね、マイクロプラスチックの論文を見たらしいんですが、やっぱり脳とかですね、臓器にもマイクロプラスチックがあるという、そういう結果が出てるそうです。それが原因でですね、体に炎症ができてしまったりということらしいんですが、まだまだ詳しいことは分かっておりません。あとちょっと面白い話なんですが、発酵食品、日本は発酵食品文化ですよね。キムチとか、納豆とかがあると思うんですが、そういう発酵食品を食べることによってですね、腸とかの臓器を通ってですね、体の外に出やすい可能性もあるということです。ただこれもですね、現時点では可能性があるくらいということで、確定ではありません。では、寿司ってどうなのってことなんですけども、確かに魚は海の中にいるので完全にはゼロとは言えないです。ただ今まで言ったのは過剰に心配することでは全くありません。むしろ魚は栄養がすごいですからね。海に流れたプラスチックはですね、目に見えないほど細かくなっております。そしてそれはですね、魚だけじゃなくて水や空気、いろんな形でですね、自分の生活に入ってきます。特にですね、海外ではこういう問題は大きく取り上げておりまして、環境と食は切り離せないテーマになっております。結局どうすればいいんだってことなんですけども、なるべくペットボトルを減らしたりですね、プラスチック容器のままレンジをしないだとか、部屋を掃除する、こういう小さなことをやるだけでも違うと思います。で、まとめるとですね、体の中に入っているのは事実で、それによって何か病気が起こったりですね、そういう影響はまだ全然分かっておりません。そしてですね、過剰に心配をしなくてもいいことです。結局ですね、何かを食べるというよりかは、環境、どういう環境で生活をしているか、これが大事だと思います。世の中ですね、いろいろ問題はありますが、結局寿司は最高です。やっぱりですね、海がある限り、魚がいる限りですね、お寿司は守っていきたいと思います。皆さんはこの問題どう思いましたか？ふざけてコメントでも構いませんので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。